ガーデンリメイクとデッキを作りたいと思っています。板の厚み部分を下げたところが値段の天板になる。おはようございます。今日はですね、移住系のガーデンリメイクということで、やっていきたいと思います。ちょっとお客様の要望で庭をもうちょっと利用したいという形で、今までちょっと、土地が空いてたスペースが空いてただけの空間だったんですけど、もっと活用したいということで、一応今回は、デッキを作りたいと思っています。あとパーゴラもうちょっと設けたいなと思っております。で日当たりも結構ここがいいんで、ちょっと都外空間としてはもったいないんで、やっぱり我々としたら外を出てデッキの上でコミュニケーションするか。そうですね、年にもう10件や20件ぐらいデッキを作ったりはしてますけど、今回 YouTube では初めてということで、ちょっと造園的な作り方でやってまいりますけど、ホームセンターで買えるやつで、それで全部揃っちゃいますから、じゃあよろしくお願いします。デッキはこの高さからここでちょっと手すりを設けますね。手すり兼ねた形でいろんなものをかけたり何々もできます。でここが一応階段、デッキに登るような階段になります。で一応ですね、もう全部デッキになって、このコーナーに置いて一応パーゴラを作りたいと思ってます。もう一回取って防草シートを引いて、整地して雑草を取りましたから、これから防草シートを貼っちゃいます。一番デッキ引いてもそこから草入るとちょっと見苦しいので、完璧に草が生えないように。これでも 100% じゃなくて結構ね熱のしぶとくて出てきますけど、防草シートを引いて、その上熱気をやる前にこの上に全部ビリ砂利を一応巻いちゃいます。ある程度湿気、そういうものにも対策ができますし、下地はそういう感じですね。これはもう根枝を乗せるための高さに一応固定あれです。根枝というのはもうデッキの基礎、骨組みで、その上にデッキを乗せるという形ですから、根枝を張っていきます。
これ長いです。ここがちょうど油の位置になります。そうそうそう。これだけ合わせちゃえば、あとはここで測ってそれを切っていくという形で、どっかしら基準はね、その基準っていうのはもう建物ができてますともう決まっちゃってんで、そこからもうここから4層、部材によって板の厚み、板の厚み部分を下げたところが根田の天板になる。根田を600ピッチぐらいで入れてますから、600ピッチでこう入ってるはず、強度的に進まないんで。こうやってですから外経由でこうやって行けるという感じですよね。ここまでここからだから昔の渡り廊下。はいね、一応ですね、定期の値段が終わりましたので、今度はちょっとこの床を張っていきます。ちょっと天気の具合で事務所の方で塗ってきちゃったんですけど、ホワイト。これは 2x6 ですね。14線、厚さ4線。床はだいたいそのぐらいで。そうそう、やっぱり水が溜まっちゃうと、滑舌の木で呼吸してるんで、やっぱりネジを上げた方がいい。これここが芯で年輪のこうやれば反りが少ない。
逆だとちょっと反ってきちゃう。できるだけここは5メーターちょっと4メーターいくつあるんで12フィート1枚来てもこんだけ半端なっちゃう場合には交互にこっちと向こうに付け足す形をここに全部同じやっちゃうとここにラインが入っちゃうんでまあこうやって交互にやった方がつなぎがずっと入っちゃうよりは長くやるとしたらそういう交互にやるということです。その時必ず枝を最終でここのつなぎが枝で止められるようにまあ枝の位置をちょっと考えてやるということです。そうすると結構部材を有効的に使えるということですね。一番無駄のない張り方ができるかなということでそうやって考えた方がいい。まあ、今材木も結構高いんでそうしたものはいいと思いますね。はい。一応デッキの天板を張ることができたんで次は階段とそれから手すりの方をやっていきます。それで一応、まあ、デッキの部分一応終わります。はい。まあ、ステップが500ぐらいあるのでちょっと2段ぐらい手すりはこれです。そうこれ向きは違うんです。こっちにこれを貼って大向きです。角だから面を取って直角だとちょっと。
完成。これでやっとデッキの方は完成です。そうですね、3日ぐらいかな。あれを設置してちょっと雨が降ったりなんか大体できちゃいますね。あとはもう仕上げ、最後の仕上げの時にもう一度天場だけ表面をオイルスで塗ってで終わりになりますけど、地上の GL よりは活用性もうすぐから出てポーンといけるんで、非常にテーブルを置いたりないようにして活用性はもう全然違うと思いますよね。ちょっとかえって広くなったという感じで、そういう感じになるんですね。ちょっと風もこう抜けていくんで、次は、パワーブラなんですけども、パワーブラはちょっと変形的にやっていきます。これでデッキが完成しました。終わりです。